皆さんこんにちは。ポエプレイヤーたちの間では10幕にも及ぶストーリーキャンペーンはエンドゲームに向けた壮大なチュートリアルに過ぎないという認識が定着しています。もちろん世界観を丁寧に楽しむのも RPG の醍醐味として最高です。僕も本来は倒さなくてもいい雑魚をわざわざ追いかけていってきっちり倒さないと気が済まないたちなので、その気持ちは痛いほどわかります。しかしこのゲームのメインディッシュであるハクスラ本編を早くやりたいとうずうずしている方も多くいると思います。なので今回はアクト1をなるべく効率よく無駄な時間をかけずに終わらせるための具体的な進行ルートと知っておくべき鉄則をセットで解説していきます。それでは行きましょう。ゲームが始まって最初の武器とスキルジェムを拾ったら水辺に沿ってボスまで一直線に向かいます。ここで早速第一の鉄則ですが、道中の普通の敵は完全に無視してください。この段階の敵は経験値が少なく、ボス戦に向けて回復フラスコを温存しておく必要があるためです。ヒロックさえ倒せばそれだけで確定でレベル2に上がるように調整されています。道中の大きな宝箱から最初のサポートジェムが手に入るので、ヒロックと戦う前に必ず拾い、メインスキルとソケット上でリンクさせて火力を上げましょう。ヒロック戦は攻撃したら移動して敵の攻撃を避ける引き打ちが基本です。倒した後はすぐに次の町に入ることができ、町に入った瞬間にフラスコの中身は全て自動で全回復します。そのためボス戦ではフラスコを出し惜しみせず空っぽになるまでガブ飲みしてしまって全く問題ありません。村に入るとタークリーから報酬として最初のスキルジェムがもらえます。基本的には複数の敵を巻き込める範囲攻撃を選ぶのがおすすめです。この時僕はピュリファイングフレームを選択しました。ただぶっちゃけどれを選んでも取り返しはつきます。すぐ隣にいるネッサに話しかければさっき選ばなかった他のジェムも全部買えるので直感で選んでしまって大丈夫です。ここで鉄則その2、装備はレア度に惑わされずソケットのリンク数を優先してください。 NPC の売り物をチェックしてレベル1の時点で3リンクの装備や移動速度が上がる靴がないか確認する癖をつけましょう。また道中で拾った使わない装備は売って通貨に変えますが、未鑑定のまま売ると巻物や強化宝石が手に入ります。ジムの購入などに使う重要な通貨なのでこれも序盤から意識しておいてください。村を出て海岸に入ったらここでも普通の敵は無視して走り抜けます。道中のウェイポイントは必ず踏んで起動してください。ウェイポイント近くに陸続きの島への入り口がありますが、今はボスが強くて時間がかかるのでスルーします。このクエストについては後で触れます。そのまま次のぬかるみの干潟へ直行してください。干潟ではマップ内にある3つの巣を探して卵を回収し奥の壁を開くのが目的です。このエリアの鳥のモンスターは直線的に突進してくるので立ち止まらずに斜めに移動して引き打ちを徹底してください。マップの上付近に悪臭を放つ池という入り口がありますが寄り道になるので完全に無視して進みます。海底回路に入ったら入ってすぐのウェイポイントを踏んで一度村に帰還します。タークリーから報酬がもらえるのでここではホーリーフレームトーテムを選ぶのが圧倒的におすすめです。地面に置くだけで敵を自動で焼き払ってくれるので序盤の進行がかなり楽になります。準備ができたら海底通路に戻りますが、ここで鉄則その3、クエストの徹底的な取捨選択と後回しテクニックを解説します。海底通路の横道に水没した海底洞窟というカニボスのエリアがあります。スキルポイントがもらえる重要なクエストなんですがすぐに入るのは NG です。まずは入り口にタウンポータルだけ出しておきます。そのまま先へ進んで次のエリア岩棚のウェイポイントを踏んでから一度町に戻ります。そしてさっき出しておいたポータルからカニボスを倒したらログアウトしてキャラ選択画面に戻ります。再ログインして街でスキルポイントを受け取り岩棚のウェイポイントから復帰する。こうすることで来た道を走って戻るロス時間をゼロにできます。岩棚に入ったら鉄則その4、マップのサインを読み解いてください。ウェイポイントのすぐ横に3つの小さな石が三角形に並んで置いてあります。この三角形の頂点が指し示す方向が次のエリアへの正しい出口の方向です。このエリアは危険な敵が少なく経験値稼ぎに最適なのでレベル6か7を目指しながら抜けていきましょう。後半に雷属性のユニークボスクドゥクが出ますが倒すのに時間がかかるので無視して進むのがセオリーです。次の険しい山道ではエギの敵が飛びかかってくるので注意。道中に2体のボスがいますが倒しても倒さなくてもストーリーは進むのでどちらか好きな方を選んでください。監獄エリアはレイアウトが複雑で迷いやすいです。下層にあるアセンダンシーの試練という罠の小部屋は後で上位クラスへ転職するために必須なので必ず見つけてクリアしてください。下層に着いた時点で村の
NPC がレベル8のジェムを売り始めるので、一度戻って火力を強化するのも楽になる手段です。上層から各国省の宿舎に進むと、床に血の跡が点々と続いています。これもマップのサインで辿っていけば、ボスのブルータスがいる部屋に迷わずたどり着けます。ブルータスは一撃が重いですが、このゲームでは自分が死んでもボスの HP は回復しません。倒されても復活して削り続けるゾンビアタックで確実に突破できるので、ご了承で挑んで大丈夫です。今回僕は忘れていたのですが、倒した後はすぐにログアウトして再ログインしてください。自動的に次のエリア、囚人の門のウェイポイントが解放された状態で街に戻れるので、歩く時間を大幅にカットできます。囚人の門でメインの道をまっすぐ進むと、パイエティが道を塞ぐイベントが発生します。これはただの演出なので、行き止まりまで走らず、道から外れて崖や谷間に沿って進むと、船の墓場への本当の出口が見つかります。船の墓場に着いたらウェイポイントを踏みます。ここでもカニボスと同じ後回しテクニックが使えます。まずは次のエリアまで走り抜け、そこのウェイポイントを先に踏みます。そこから船の墓場へワープで戻り、洞窟の一番奥にあるオールフレームを拾います。外に出て船長を倒したらログアウトして街に戻り、スキルポイントを受け取り、フンヌの洞窟のウェイポイントから即座に復帰です。ここで一つ便利なコマンドを紹介しておきます。エンターキーでチャット欄を開き、半角でパッシブスと入力して送信すると、スキルポイントの取り忘れがないか確認できるので活用してみてください。いよいよアクト1の最終ボスに向かいますが、その前に重要なことが2つあります。鉄則その後、移動速度の確保です。序盤にスルーした陸続きの島のクエストですが、報酬の水銀のフラスコは移動速度が上がる必須アイテムです。レベルが上がったこのタイミングで必ず戻ってクリアしておいてください。さらに適当な靴と水銀のフラスコ、オーグメントオーブを一緒に店売りすると、移動速度が上がる靴が確定で作れるレシピもあります。ここまで移動速度を確保できていれば、後半のアクト消化が別ゲームのように楽になります。そして最後のマーベイルの隠れ家です。ボスのマーベイルは非常に強力な氷属性のダメージを与えてきます。なのでボス戦の前に氷耐性を高めておくことが生存の鍵です。攻撃は予備動作を見てから回避できるものが多いので、足を止めずにこまめに動きながら戦うのがコツです。いかがだったでしょうか。今回の鉄則を一言でまとめると、ボス以外は無視、移動速度は確保、ワープとログアウトを駆使してロスをゼロにする、この3点につきます。アクトのストーリーはエンドゲームへの壮大なチュートリアルです。美味しい敵だけをつまみ食いしてひたすら次のエリアへの出口へ駆け抜けてみてください。この動画が役に立った、面白かったという方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。